皆さんこんにちは。ヒロジャパニーズポッドキャストへようこそ。このチャンネルでは10分ぐらいの短いエピソードをお届けします。ぜひ通勤途中や休憩時間などに聞いてみてください。今回のテーマは惜しいです。惜しいという言葉、聞いたことありますか？まず、惜しいという言葉の意味です。何かにチャレンジしてもう少しで成功だったのにダメだった。あとちょっと足りなかった。ギリギリでうまくいかなかった。そんな時に使う言葉です。残念な気持ちを表します。これ以外にももったいないや大切に思う気持ちを表す時にも使うのですが、あまり日常で多く使われないので、今回はここでは説明しません。この惜しいという言葉、実際どのように使うのでしょうか。例えばテストの点数の時に使います。今日は数学のテストの結果が返ってくる日です。数学の授業になりました。先生がテストを返します。合格ラインは60点となっています。友達がすごく悲しそうな顔をしていました。どうしたの？と聞いたら、60点が合格ラインなのにテストの点数59点だったんだよねと言っていました。そしたら私が、あと1点で合格だったのに惜しいねとか惜しかったねと言います。このようにテストの点数の時に使います。また2つ目、スポーツの場面でも使います。例えば友達がサッカーをしています。私は応援をしています。友達がゴールにボールを入れようとシュートをしました。ゴールに入りそうだな、どうかなと思って見ていたんですが、なんと外れてしまったんです。そんな時に友達に、今のシュート惜しかったね、惜しいと言います。このようにテストやスポーツの場面など、何かを頑張った結果がギリギリでダメだった、このような時に使います。またこの惜しいという言葉は残念な気持ちだけじゃなくて、少しポジティブな気持ちも含んでいます。失敗したけどよく頑張ったねというふうに、頑張ったというところを認めているというニュアンスもあります。このように惜しいという言葉、日常でよく使われるのですが、私は以前日本で小学校の先生として働いていました。その時にこの惜しいねとか惜しかったねという言葉をよく使っていました。日本では小学校の先生は基本的にほぼ全ての教科を教えます。私も教えていました。国語、算数、理科、社会、体育、図工など様々な教科があるのですが、どんな教科を教えるときにも気をつけていたことがあるんです。それがこの惜しいという言葉を使うことです。例えば算数の時間、
私が問題を出しました。例えば 1+1 皆さん答えはどうなりますかってクラスのみんなに聞いたとします。そしたらその答えが分かった人たちは手を挙げますよね。挙手します。その時に例えば私がはい、そしたら A さん 1+1 答えは何ですかと聞きます。そしたら A さんは 1+1 答えは3ですと言ってしまいました。 1+1 の答えは2ですよね。けど A さんは間違って3と言ってしまいました。普通だったら外れですとか違いますとか間違っていますというふうに、あなたの答えは正解ではないですよという言い方をすると思うのですが、もしもこの外れです、違います、間違っていますという言葉を言われたときにどんな気持ちになるでしょうか。 A さんは 1+1 の答え一生懸命頑張って手も挙げてよし答えを言うぞって意気込んでいたのに、 1+1 は3です、私がそれ間違いですと言ったらショックではないでしょうか。ああ、発表しなきゃよかった、私算数嫌い、そういうふうにやる気をなくしてしまうんです。というので、私だけじゃなくて他の先生たちも気をつけていることだと思うのですが、間違っている時に間違いですというのではなくて、惜しいですと言ってあげることで、その A さんも私の答え正解じゃなかったんだだけじゃなくて、また次頑張ればいいかというふうにやる気を与えることができるんです。このように間違った時とか、あと少しでできそうだったのに失敗しちゃった時、そういう時に惜しいというふうに言ってあげることが、ある意味思いやり、人に対する配慮のようなものなんです。もしも友達、家族、知っている人たちなど、何か頑張ったんだけど失敗してしまった、そんな人を見かけた時には惜しいねって言ってあげると、その人は傷つかなくて済むと思います。もし日本人の友達がいたり、日本人と関わる機会があった時に惜しいねと言ってあげることが優しさにつながると思います。今回は惜しいをテーマにお話ししました。今日の単語を復習します。惜しい、惜しい、ギリギリ、ギリギリ、残念、残念、外れ、外れ、配慮、配慮。今回の動画はここまでです。次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。